いいね。おはうわ、真っ黒クロスケ。うわ、超かっこいいじゃん。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、メカニカルキーボードのキークロン Q3Max をご紹介します。点キーがないカーソルキーが独立した 80% レイアウトはかなり人気がありますよね。Mac、Windows 対応で有線、無線対応。無線は Bluetooth で最大3台まで、2.4GHz USB アダプターで1台まで接続可能です。キースイッチはもちろんホットスワップ対応で、VIA 対応によりキーマップの変更が可能です。アルミニウムボディやアコースティックフォーム、ダブルガスケットデザイン採用により、打鍵感や音にかなり気を使っております。本日はコペックジャパンさんよりレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。ということで早速見ていきましょう。まずですね、いつもの通り同梱アイテムからチェックしていきましょう。Windows 用の交換キーキャップ、メンテナンスキット、キーキャップキースイッチ引き抜き具、六角レンチドライバー、2.4GHz 無線アダプターと USB レシーバー延長アダプター、そして USB-C ケーブルのタイプ A 変換コネクター付きですね。本体はアルミニウム製で質感は高いです。本体には傾斜がありますので打鍵しやすいと思いますが、本体の高さがありますのでリストレストがある方が手の負担軽減になると思います。本体後ろには有線無線切り替えスイッチおよび Mac、Windows の切り替えスイッチ、USB-C コネクター、そして無線用のアンテナがあります。Q3Max のレイアウトはですね、一般的な 80% コンパクトレイアウトということなんですね。カーソルキーが独立しているこのコンパクトレイアウトは一度使うとその使いやすさに納得するでしょう。ノブがですね、バックスペースの上に配置されているんですよね。このノブもね、もちろんキーマップ変更可能です。個人的にはこのノブの位置は一番端っこにね、あった方が使いやすいと思います。キーキャップを見ておきましょう。PBT ダブルショットの KSA プロファイルということで、高さが結構あって中央部分がへこんでいる最近のキークロン QMAX シリーズの標準キーキャップと呼んじゃっていいんじゃないでしょうかね。高さが結構あって中の空間も広いので、キーを叩いた時の音の広がりっていうのはとてもね心地いいと思いました。でこれね、スペースバーチェックしてみたんですけど、スペースバーは中にスポンジみたいなのが入っていて、やっぱりこのなんていうんですかね、雑音とか静音処理がされているということですね。で個人的にはなんですけども、中央部分のへこみ具合が僕のね指のこの動きとかにもよると思うんですけど、なかなか合いにくい時があるかなというふうに思いました。でこれもね個人的な話になっちゃうんですけど、 OSA プロファイルの方が僕の指には合うかなと思いますね。カスタムキーボードなのでこういった場合はね、キーキャップ変更しちゃえばいいよねというふうに思います。スイッチはゲートロンのジュピター、赤、茶、そしてバナナから選択が可能なんですね。今回僕がチョイスしたのはバナナ軸です。これは以前にコペックジャパンさんに遊びに行かせてもらった時に触った Q1Max の打鍵がめちゃくちゃ気持ちよかったので、今回の Q3Max でも使ってみたかったというのがあるんですね。バナナ軸はですね、タクタイルスイッチと呼ばれるもので、押し込んだ時にちょっと引っかかりがある感じのするスイッチでございます。茶軸もタクタイルなんですけども、茶軸スイッチよりもよりはっきりした指のねタクタイル感っていう感じかな、そういう感じがします。入力するたんびにこの引っかかり感が指にフィードバックがあって、とてもね気持ちいいです。で底付き時からスイッチが戻ってくる時の反発感も結構あって、本当にね個人的に好きだなと思うスイッチですね。
RGB バックライトもチェックしておきましょう。ライトはですね、スイッチの下についているいわゆるサウスフェイス RGB ライトということですね。スイッチの下についているので綺麗に光っているのを見ることができます。スイッチの下についているので、こう打鍵しているとね、この目とこのキーキャップのこの角度的にすごくね綺麗に光って見ることができるんですね。光るパターンは13種類以上ということです。もちろん RGB ライトをオフにすることもできますので、バッテリー時間を長くしたいという場合は RGB ライトをオフにして運用するのがいいんじゃないでしょうか。で、打鍵していてちょっと思ったんですけど、やっぱりねこの音の鳴り具合がちょっと若干場所によって金属音が響くようなところがあるので、これちょっと開けてチェックしてみようかと思います。はい、ということでちょっと開けていこうと思います。いろいろ静音フォームがありますね。ここがなってるんですよね。ってことはこの辺をちょっと共鳴を抑えるしかないですね。ここに貼ってきますか。いくつかやりようはあるんですが、いつものこの 3M 取り付けテープいきましょう。これで止まるかな。このカーソルキーのこの部分の裏にこの 3M のこのテープを貼りました。これで押さえられるといいんですけどね。さあちょっと戻してみたけど、ここはどうなのかな。叩いてみようか。お良くなった。よし、ここの反響音は抑えました。はい、続きましてキーマップ変更についても見ておきましょう。VIA に対応してますので VIA のアプリを使ってもいいですし、最近ですね、キークロンランチャーというウェブアプリにも対応していますので、こちらを使ってもいいかと思います。UI 的には、キークロンランチャーの方が若干使いやすいかなと思いますね。設定するときには USB ケーブルをつないで接続するようにしてください。はい。で、ちょっとね、今回僕やりたいことがあって、今回このカーボンブラックを選択したんですよね。今までは僕は結構白系なものを使っていまして、こちらは僕の最近のメインキーボードキークロン Q1 Pro なんですけど、割とね真っ白白スケ的な感じで使っているんですが、今回このキークロン Q3 Max を真っ黒黒スケにしようかなと思います。で、実はというほどでもないんですけど、以前から、OSA プロファイルの黒を実は買って持ってたんですけど、変更していこうかなと思います。いいね。ちょっと楽しみですね。それではちょっとやってみようかと思います。よし。ということですが、ちなみに、やっぱそうだよね。しかもこっち、この OSA プロファイルってダブルショットじゃないんだ。これね、高さも若干違いますよね。このスポンジ仕込みたい。コントロールキー。全然厚み違うね。そもそも、こっちが KSA、こっちが OSA で、このダブルショットが結構周りまで来てるんでね、これは音違うね。音だけ言ったら多分 KSA のがいいでしょうね。間違いない。最後に、これね、このスペースバーを入れるんだけど、
同じようにちょっと入れたい。もし入れなかったら、やっぱ圧倒的に形成プロファイルの方が音がいいね。軽いな音が。よし、でもできた。かっこいい。真っ黒かっこいいやん。どうでしょう。これめちゃくちゃかっこよくなった、個人的には。うわ、真っ黒クロスケ。うわ、超かっこいいじゃん。ということで、じゃあこれでの状態での打鍵音チェックをしてみましょう。はい、ということで、キーキャップの交換どう出したでしょうか。KSA から OSA に変えることで、この空間が狭くなるので、音のこもり方が変わりますよね。このタクタイルスイッチの場合に、よりこのタクタイルのカチカチという感じの音が、指へのこの食感とこの音、これがすごくマッチしたんじゃないかなと思います。一方ね、音どっちがいい、いいか悪いかって話じゃないですけど、OSA プロファイルの方が若干甲高くなるような感じはしますよね。で、今回ね、僕が、いつも使っているこのキークロン Q1 Pro と、今回乾燥したこの、よいしょ、重い。この Q3 Max のこの白と黒の感じ、これがさ、いいじゃないですかという感じですね。いつも白系使ってましたけど、たまにはこの真っ黒系にするっていうのもちょっとかっこいいなと思ったわけです。山カフェチェックです。キークロンのフラッグシップモデル 80% コンパクトモデルのキークロン Q3 Max。高級感あふれるアルミニウムボディを採用し、本体構造も打鍵感や音を高める仕組みでできています。バナナスイッチは程よいタクタイル感と音が指への食感や打鍵時のフィードバックがとても心地よく、ずっと文字を入力していたくなります。でこれはですね、やっぱりキークロンのフラッグシップモデルということで MAX シリーズまさに王と呼ぶにふさわしいんじゃないでしょうか。個人的にはノブの位置は本体の端っこにあった方が使い勝手がいいなと思いますが、皆さんどう思いますか？ぜひねコメント欄で教えてください。アルミニウムでできている本体はカタログスペックが 2kg 以上ありますので、持ち運ぶとなると結構な主要になります。それではお値段チェックです。スーパーコペックでチェックしております。キークロン Q3 Max、レイアウトは日本語レイアウトと US レイアウトが選択可能で、色はカーボンブラックとシェルフホワイトから選択が可能です。今回僕はですね、カーボンブラックを選択しています。お値段 43,890 円ということですね。値段が値段ですので、これぜひね、実店舗、多分ヨドバシカメラさんとかに行くと置いてある可能性高いんですけど、ぜひ触ってみることをお勧めします。ただですね、結構コメント欄でも見るんですけど、触ったら買っちゃいましたって人が結構いるので、行く場合はお金を握りしめて行ってください。ということで、質問ありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。